はい、こんばんは。どうも、カプラです。こんばんは。今宵もこの時間がやってまいりました。今週も皆さんお疲れ様でした。金曜日、土曜日ですね、ようやく。明日はお休みです。ということで、今週も、ライブ配信の時間やってまいりました。ですね、アクアリウム、今夜眠るまでのトークテーマということで、眠くなるまで配信ということをさせていただいてます。今夜のトークテーマは、アクアリウム始めて好きになったことということで、これをトークテーマでやっていこうと思いますので、ぜひね、皆さんのコメントお待ちしております。どしどし。皆さんこんばんは。どうも。アコとナコのパパは取締役さん楽しみにしてます。こんばんは。ということで、どうも、こんばんは。はしきさん、こんばんは。どうも、こんばんは。テックモソミさん、90センチ水槽は持ち運べるようになりましたかということで、順調に鍛えております。まだ無理です。先週、1週間しか経ってないですから。1週間じゃ何にも変われないですから。ケイトワーカーさん、初コメです。こんばんは。ということで、どうも、こんばんは。ライブ配信ということなんですけど、毎週ね、トークテーマ、寝るまで配信ということで、眠くなるまでね、適当にちょっと1時間ぐらい、皆さんと、会話しながら、トークテーマに沿ってね、ちょっと、動画でね、ショート動画とかね、アクアリウム始めて好きになったことみたいなショート動画出してるんですけど、それについたコメントとかも、読みながらね、ちょっと皆さんと話できたらいいなと思っております。パパキングさん、こんばんは。はい、どうもこんばんは。昨日に続き、皆さん来ていただいてありがとうございます。ということで、明日お休みなんでね、今夜はね、ちょっと12時少し回ろうかなと。それまでね、この飲み物に今日は、付き合っていただこうかなということで、はい。僕が飲むのは、クラフトコーラです。これね、うまいんですよ。これうまいんですよ。これ僕好きなんですけど、爽快、後味すっきりって書いてあるんですね。クラフトコーラ。ただのコカ・コーラではないと。ちょっとスパイスが入って、なんかこう、後味すっきりしてます。もうこう書いてある通り。ということで、なんか皆さんね、お水なりお酒なり、持ってきていただいて、寝る前にね、寝酒とか飲んでいただきながら適当に聞いていただけたらいいなと思います。音量とかいかがでしょうか？大丈夫でしょうか？おそらく大丈夫ですよね。大丈夫。ということで、乾杯。乾杯。うまいな。うまい。今週も頑張りましたね。はしきさん、クラフト推し、レイアウトからの水草ですかね。普通逆な気がする。どういう意味ですか？ちょっともう一回コメントください。どういう意味ですか？レイアウトからの水草。どういうことですかね？ちょっともう一度、詳しくちょっと、頭の回らないこのおじさんに、ちょっと詳しい説明をお願いします。今日のトークテーマ、アクアリウム始めて好きになったことということで、ですね、僕が好きになったことを3つ挙げさせていただきます。3つね。で、ちょっと、タイトルコールしようかなと。エコーでね。どうですかね？ちょっとやってみましょう。アクアリウム初めて好きになったこと参戦。
いかがでしょうか？エコーかかったでしょうか？ね、探り探りライブ配信してますけどね。僕がアクアリウム始めて、好きになったことということで、3つちょっとね紹介しようかなと思ってるんですけど、1つ目が水槽で使えそうな石や流木をついつい日常生活で探してしまうと。で、あと2つ目が風景写真動画を撮ることが好きになった。で、3つ目が渓流の苔や資料を見て、異様に感動するという3つを挙げさせていただきました。はい。なるほどね。はしきさんは最初に流木に興味を持って、で、それから、レイアウトが好きになって、で、そこから水草が好きになったというような感じですね。なるほどね。確かに、流木が、興味を持ったということで、僕もかなり流木が好きでね、道端に転がってる石とかね、木とか枯れ木とかね、ついつい水槽で使えないか見てしまいますね。水槽で使えそうな石や流木をついつい、探してしまうということをしてしまってます。散歩とか行くと畑の道端とかに落ちてるんですよね。うち東京に住んでるんですけど、東京は東京でもかなりね、田舎に住んでるんですよ。どのぐらい田舎かというと、うちの家の真裏が、牛舎があって、夏とかね、もーって聞こえるんですよ。信じられないでしょ。東京都なのに、もーって聞こえるんですよ。で、ちょっと歩くとね、ブヒ、ピーって聞こえるんですよ。豚を飼ってるんですよね。で、もうちょっと行くとね、またちょっと臭いところがあるんですよ。養鶏場なんですよね。鳥を飼ってるんですよ。そう。で、風向きによってね、かぐわしい匂いがするというような場所に住んでます。まあ、そんな中なんで、畑も多いですし、割と自然は多い方ですね。車通りもかなり少なくて、で、普段ね、ライブ配信してて、とても静かな環境に住んでるんで、割とそうですね、落ち着いた環境ではありますね。まあ、ただね、すぐ近くに米軍基地があるんで、飛行機がバンバン飛ぶっていうね、オスプレイとか飛びまくるし、はい、そんなようなところに住んでおります。そうですね。で、まあ、この地域にはね、よくね、ちょっと行けば山、ちょっと行けば川がね、あるんで、結構自然豊かな場所なのかなと、思ってます。東京都の中でも、やっぱりそういうような結構自然の多い場所でして、なのでね、少し散歩した程度で、そこら中に、流木とか、流木はないか。石とかね、枯れ木とかが、そこら中に落ちてるというような感じですね。テックのぞみさん、アクアやるとおじいちゃん化するんだ。あるかもしれませんね、それね。アクアやると、そうですね、おじいちゃん化するかもしれないですね。自然が好きになるっていうところではね、山登りが好きになったりとか、あと、そうですね、森の中を散策するようになったりとか、植物をよく観察するようになるっていうね、いう意味では、おじいちゃん化したと言えるのかな。ね。どうなんでしょう。ボリさん、こんばんは。どうも、こんばんは。寝るまで、配信ということで、眠くなるまで配信をしております。何か飲み物などね、持ちながら、聞いていただければいいなと思っております。
一応ね、今夜のテーマは、アクアリウムを始めてから、好きになったことという、トークテーマでやっております。なので、こんなこと好きになったよ、みたいなコメントね、くれるとめっちゃ嬉しいです。はい。はしきさん、そのうち一緒に流木探しに行きましょうということで、行きましょう。行きましょう。どこ行きましょうかね。いいとこありますよ。東京はね。東京でも流木いっぱい落ちてますから。ね、青梅とか、五日市とか、いろんなとこありますからね。八海部さん、こんばんは。どうも。こんな感じでね、今夜もやらせていただいております。今週も皆さんお疲れ様でした。ようやくね、終わりましたね。ニックさん、こんばんは。はい、こんばんは。どうも、こんばんはです。今夜の配信、寝るまでやっております。12時過ぎぐらいまでね、ちょっとやっていこうかなと思っておりますので、ぜひお付き合いいただけたらいいなと思います。水槽で使えそうな石や流木をついつい探してしまうっていうことを僕はね、アクアリウム始めて、好きになったんですけど、ちょっとね、ここでね、皆さんにね、見ていただきたい写真が1枚あります。今日はね、写真を用意しておりますね。これです。動物園の写真なんですけどね。これですね。ちょっと皆さん、コメント今一瞬隠しちゃいますけど、これなんですけど、動物園の写真。これね、何の変哲もない動物園の写真なんですけど、皆さんこれ、どこに注目しますかね？皆さんは、この写真で、一体どこに注目しますかということなんですけど、僕はですね、このキリン3頭の左下に見える木これがね、いい形してるんですよ。この木。一番左のキリンですね。一番左のキリンの、ちょっと左下にある木。これがね、結構いい形してるんですよね。うん。そうなんです。ここにね、僕は目がよく行きます。ここに目が行ってしまうっていうのは、もうアクアリウム始めて、からね、ちょっと癖になっちゃってるというか、いうところですね。植物や木に目がついつい行ってしまうっていうところですね。もう病気ですね、この辺はね。皆さんはね、どこに目が行きましたか？ニックさん。アクアリウム始めてから繁殖させるのが楽しくなってしまいましたということなんですけど、魚の繁殖ね、いいですね。繁殖ができるっていう環境があるってことがまず素晴らしいですよね。本当に。僕はね、まだ繁殖するにまでね、至ってないんですよね。これがね、また水草が好きなんで、あんまり生態に力を入れてないっていうところもあるんですけど、繁殖できるっていう方、本当に尊敬します。アコとナコのパパは取締役さん。道端に生えてる苔があると目がバッチリと開いてしまいますという。わかる。めっちゃわかる。これはありますよね。うん。僕もね、苔があるとついその場所によってついついこうペタペタって触っちゃいますね。もちもちってふわふわっつってついつい触ってしまうっていう、ところがありますね。ニックさん木に目がいったということで、一緒ですね、僕とね。後ろの木ですかね、ニックさんの場合はね。この後ろの緑に気になったと。木が気になったと。この木、何の木っていう感じでね、気になったんでしょうね。はじきさん、キリンがカクタススケルトンに見えてしまうということなんですけど、カクタススケルトンって、何ですか？ごめんなさい、ちょっと
調べさせてもらいますね。カクタススケルトンですか。ちょっと調べてみます。カクタススケルトンとは。皆さんカクタススケルトンご存知ですかね。カクタススケルトン。カクタススケルトン。ちょっとね、わからないことは随時ね、調べてね、皆さんからね、新しい知識を吸収させていただこうということで、調べてやっていきますんで。カクタススケルトン、これですね。これカクタススケルトンって言うんだ。知らなかったな。この穴の開いてる流木みたいな。サボテンの骨のことを、カクタススケルトンって言うそうです。これサボテンの骨だったんだ。知らなかったな。いい画像がありますね。これ。カクタススケルトンですって、これが。これ皆さん知ってますか？知ってました？これカクタススケルトンっていうそうです。これはちょっと初めて知りましたね。でこれがさっきの、キリンの画像ね。キリンを見るとカクタススケルトンに見えちゃいますね、これはね。これは間違いなくカクタススケルトンですね。てっくんおぞみさん、ゾウさんかわいいよねってことで、待って、ゾウさんいました？今この中にゾウさんいました？ゾウさんいるのかな？どうだろう、ちょっと見てみましょう。皆さん、ゾウさんいますか？ちょっとわかんなかったですね、ゾウさん。ゾウさんは可愛い。わかります。ゾウさん可愛い。動物園行くと、ゾウさん絶対見に行きますからね。ゾウさんは可愛い。ボリさん。兄から勧められてアクアリウム始めたんですが、兄弟の仲は格段に良くなりましたってことなんですけど、すごく良かったですね。そうなんですか。今までがどのぐらい悪かったのかちょっと気になるところなんですけど、ちょっとやっぱでもアクアリウム進めてくれるような兄弟関係がもともとあって、それでアクアリウム一緒に始めたことでさらにね仲が深まったっていうことなのかなと思うんですけど、多分もともと仲が良かったんだと思うんですよ。兄弟関係がね。それで同じ趣味を共有できたってことで、それでかなり、その仲良くなったってことで、それはいいですね。でもやっぱ、そういう風に、趣味を共有できるって、いいですよね。例えばね、今後、お付き合いする、彼氏、彼女とか、ちょっと趣味を一緒に共有できるなんて言ったらね、最高ですよね。ちなみにね、うちの奥さんはアクアリウムに全く興味がありません。全く興味がない。はい。新しい水系を作っても、こんなの作ったんだよ、つって見せるんですよ。綺麗だね、つって言ってくれるんですけど、特にそれ以上は。でも僕それだけで十分ですね。皆さんが動画をね、僕の YouTube チャンネル見てくれてる皆さんが、見てくれて、こんな綺麗なんですね、つって、どうやって作ったんですかみたいな、聞いてくれると、めっちゃ嬉しいんですよ。多分、YouTube やってる方、みんな、そういう気持ちあると思うんですけど、そう。なのでね、特に、奥さんの趣味にも僕はね、特に、なんていうか、干渉はしないようにしてるんですけど、奥さんのやってる趣味で、
今は何やってんだっけな、ビーズをこう敷き詰めて一つの絵にするみたいなのにハマってまして、それがねつい先日完成したらしくて、今さっきちょうど見せてもらったんですけど、めっちゃすごいんですよ。本当に何万ピースあんのかな、あれすごいんですよ。ドット絵みたいな感じで、色の違うこんなちっちゃいもん絶対僕にはできないですね。こんなちっちゃいやつを地道にこうドラマとか見ながら地道に打ち込んでいくんですよ。これをやってると。でまあその完成した絵はね、やっぱせっかくなんで飾りたいなということで、今後ねこの僕のこの後ろに、アートとしてね、モザイクアートみたいなアートとして、飾っていく予定ですので、ぜひねライブ配信の際、注目をしてくれたらいいなと思います。作品ができるたびにね、ここに飾っていきますのでぜひ、ご注目ください。アクアリウム初めてニックさんは、道端の石ころを気になるようになりましたということで、本当に僕もまさにその通り、道端の石ころは可愛く見えるようになってくるっていうね、どんな石でもアクアリウムに使えるんじゃないかなつって、いう風に思えるようになってしまいました。はい、完全にこれはね、石好きにはたまらない、行為ですよね本当に下手したら持って帰っちゃいますからいろいろね、なんか法律とかあって持って帰るの難しいらしいんですけど、基本的にこんなちっちゃい石とかね、持って帰りたくなりますよね。わかります。富士山とか行くとすごいねいっぱい溶岩石落ちてるんですよ。ただね、富士山の溶岩石は持ってったらマジでやばいですね、あそこは。完全にやっぱ管理されてるんで。でも持って帰りたいっていう気持ちを必死に抑えて、家に帰ってから、チャームで溶岩石をポチるというようなことをしてます。はじきさん、サボテンの骨ということで、解説ありがとうございます。僕初めて知りましたよ。本当に。教えてもらってありがとうございます。これ僕勉強になりましたね。カクタススケルトンって言うんだぜ、つって。これカクタススケルトンって言うんだぜ、みたいなね。アコとナコのパパは取締役さん。見えちゃいますよね。笑いということで。これ見えちゃいますね。もう僕も見えちゃいますよ。もうこれ、あれですよ。完全にキリン見たらもうカクタススケルトンにしか見えなくなっちゃいましたから、今日のライブをきっかけにね、キリンを見たらカクタススケルトンだって思っちゃいますから、これはねもうはしきさんのせいですね。これはもう責任取ってもらわないと困っちゃいますねキリンって名前すら忘れちゃうかもしれないです。カクタススケルトンだってなっちゃうかもしれないですね。はじきさん、アクがすごいのでアク抜き必須ですってことで、そうなんですか。サボテンってアクすごいんですね。茶色いアクが出るんですかね、やっぱね。このカクタススケルトンを水中に入れてレイアウトで使ってるってことですよね。どんなレイアウトされてるのかちょっと気になりますね。ロイヤルタッチさん、やってたやってますやってます。どうもこんばんは。後でちょっとロイヤルタッチさんのねコメントも紹介させていただきますので、眠くなるまで配信ということで、飲み物をね、用意して、持ってきていただいて適当に聞いてくださいね。皆さんでねちょっとコメントいただきながら、楽しくお話できたらいいなと、そうすることで週末のね1週間戦ってきました。職場で戦っていました。嫌な上司、例えばね嫌な上司、嫌なお客さん
クレームを言ってくる患者とかねいろんな仕事があると思う。いろんなストレスを抱えながらね、部下と上司に挟まれた中間管理職の方とかね、散々もう社会に揉まれて、ようやくこの明日お休みだとね、1週間終わったと、そんなね疲れをこうアクアリウムを通して皆さんとね会話しながら楽しくねお話できて、ストレス発散できたらいいなと思っております。なのでね、今日のトークテーマはアクアリウム始めて好きになったことということなんで、それについてね、ちょっと、コメントいただければいいなと、思っておりますので、にゃんきさんこんばんは。ぜひね、教えてください。皆さんのアクアリウム始めて好きになったこと、何ですかと。はちきさん、夫婦でお互いの趣味をリスペクトできる間柄って羨ましいですということで奥さんが僕の趣味に対してリスペクトしてるかどうかは別なんですけど僕はっすよで自分は自分の趣味に対してこうすごいねとかこれやってすごいねとかやっぱ言われると嬉しい方なんで、僕はあんまり言われない方なんですよ。なんですけど、奥さんはねそれを趣味をね喜んでやってるんで、その趣味の成果を見て僕がねちゃんとこう成果を称えるというかやっぱちょっとそれなりに興味を持ってね接しようかなと、そのあたりはね、ちょっと心がけてるところです、僕の中でね。谷さん、お店をやってるんですが、そうなんですね。お客さんにアクアリウム紹介してお店でワイワイ話していますっていうことなんですけど、そうなんですか。アクアリウムのお店ではなくて別のなんかお店をやってて、お客さんにアクアリウム紹介して、アクアリウム始めてくれたんですかね。多分ね。やっぱアクアリウム周りにねやってる方がいるとそういう会話ができるのっていいですよね。僕の周りにはなんていうか職場ね、YouTube とかやってない時の話なんですけど、僕の周りには本当にアクアリウムやってる人が全然いなくて、で唯一いるのがメダカね。メダカを飼ってる人がいるんですよ。そう、メダカを飼い始めたよって。ジェックスのね、小型のボトル、円筒状のボトルを使って、フィルターとかなくてね、エアポンプとかなしで、メダカを飼ってるというような感じで、やり始めたってことなんで、で、僕、この間、そうですね、家に遊びに行って、で、ちょっと水槽のメンテナンスをこういう風にするといいんだよみたいなねでちょっと流木に、ビローモスとあとミクロソリウムとあとアナビアスと、ブセを流木にくっつけて、でそれをプレゼントして、でヤマトヌマエビも苔が生えてるからって言っていう話を受けて、ヤマトヌマエビちょっと一匹あげて、で苔が生える原因はちょっと光が強いせいだよっていうことで、水面にね、古いタンスですよ古いタンスを浮かべて、なんとか古いタンスっていう浮き草があるんですけど、古いタンスっていう赤くなるね、光を強く当てると赤くなる浮き草があるんですけど、それを開けて、ちょっと光量を抑えつつね、こういう風にこういう場所に置くといいよみたいなね、いうのをちょっと、恐縮ながらアドバイスさせていただいてこんな風に飼ってるよみたいな会話しながらね、そういう楽しみがやっぱみんなね周りでやってる人があるとねありますよね。ということで、谷さんね、お店でワイワイ話してますということで、お店何やってるんですかね。ちょっと気になりますけど、お客さんと対話できるような、環境なんですね。いいですね。
赤エビさん、アヌビアスパルダリウムどうなりました？すごく気になりますってことなんですけど、パルダリウム、僕去年一昨年かな、パルダリウムを作ったんですけど、ただのパルダリウムじゃなくて、中のお水が循環できる、小型のポンプを仕込んで、中で水がね循環して、上からこう水しぶきみたいな、シャワリングみたいなのがジャーって定期的に出て、でラップをね完全にして密封することで、水蒸気で水も蒸発しないし、循環がずっと何時間に1回シャワーでバーって勝手に流れるんで、完全に放置できる水槽、パルダリウムというか、そうですね、パルダリウムを作ったよっていう動画を以前出したんですよ。で、ブセとかね、芋ブセみたいな、クソみたいな、芋ブセっていうのをね、購入して、たくさんね、大量に。で、それをバラバラとばらまいて、で、ソイルの上で育ててるよっていう動画を作ったんですよ。で、それのね、経過がどうなったかというのを気になるというようなことで、これは動画で、ね、今後出していきたいですね。アコとナコとのパパ取締役さんもブセ動画を見たいということで、いいですね。そろそろもう2年経つんで、これはもうだいぶ放置しすぎて、で、ちょっとね、株分けしたり増やしたりして、パルダリウム水槽をかなり増やしたんですよ。繁殖しております。はい。ちょっと動画で、ね、作ってお見せしたいなと思っております。はい。なのでまた見てください。マキジュンさん、こんばんはということで、こんばんは、どうも、眠くなるまで配信しております。何か飲み物を持ってね、ちょっとね、会話に参加していただけたら、コメントとかいただけると嬉しいです。今夜、眠るまでのトークテーマは、アクアリウム始めて好きになったことということで、やってます。で、今ね、3つ僕は今日紹介しようかなと思ってるんですけど、1つ目、水槽で使えそうな石や流木をついつい探してしまうっていう、そこをね、ちょっと1つ紹介しました。結構これで、もうだいぶ盛り上がりましたね。最初の1つ目でね、もう20分近く話をしてしまったんですけど、これはもうライブでしかできないですよね。こんなね、動画を作って、こんだけ話してることを動画にまとめてね、皆さんと会話しながらなんて、本当にライブじゃないとできないですから、やっぱり、ね、このライブ僕大好きですね。皆さんもコメント本当に、いただいてありがとうございます。でですね、僕2つ目はね、風景写真、動画を撮ることが好きになった。これがね、僕の中の2つ目ですね。アクアリウム始めてから自然が好きになったんですよね。で、以前も川とか行くのはある程度好きだったんですけど、より好きになったというか、で、今ね、この写真カメラ、撮ってますけど、一眼やっぱり買ったんですよ。アクアリウム始めて、レイアウト写真撮ったり動画撮ったりしたいなと。YouTube もせっかくだから始めたいなと。その辺同時進行ですよね。なので、綺麗な写真、綺麗な動画を撮りたいということで、気合い入れて、じゃあ、ミラーレスカメラ買うかっつって。で、ミラーレスカメラ買えば、家族のね、運動会とか、写真とかね、撮れるし、イベントごとでね、カメラ写真撮れるし、いいやと。旅行にも持っていけるし、いいやっつって。YouTube だけじゃなくてね、アクアリウムだけじゃなくて使えるなっていうことで買いました。カメラ。で、結果ね、風景の写真とか動画を撮るようになりました。で、休みの日、一人の時とかね、バイクでブーンと、ちょっと、渓流とか、近所のね、山の方、近所に山あるんで、山の方にちょっとバイクで行って、で、そこで写真を撮って、で、温泉入って帰ってくるみたいなね、そんなことを一人でやったり、してた時期がありました。最近はね、本当に外にちょっと、
一人で出かけることは本当に少なくなって、どっちかっていうと子供と一緒に、出かけるっていうことがかなり多くなったんですけど、平日ね、僕ちょっとやっぱり、子供も奥さんも仕事行って、子供は保育園行ってっていう時に、一人の時に、渓流ね、一人で行ったり行って、動画撮ったり、していました。はい。これがね、やっぱ好きになったことというか、気分転換の一つとしてやるようになったことっていうところですかね。皆さんはね、いかがでしょうか。はじきさん、古いタンスに聞こえましたということですけど、浮草のね、古いタンスね、古いタンスって言いました。古いタンスで覚えてます。あれは古いタンスだわって。名前なんつったかな、なんとか古いタンスっていう、皆さんご存知ですかね。浮草の古いタンス。あれ綺麗なんですよ。ちょっとお見せしようかなと。せっかくなんでね。古いタンス。浮草なんですけどね。皆さん、ご存知でしょうか。浮草。あった。これですね。これ。はい。これはカクタススケルトンってキリンの柄に似てる木のことなんですけど、先ほどね、ちょっと教えてもらって、古いタンス、なんだっけ、浮草ね。これで調べれば出ますよ。あ、これ。これです、これ。フィランサス古いタンスね。これね、光の強さによって赤くなるんですよ。これ好きで、家にいっぱいあるんですけど、これのことですね。これの名前が古いタンスっていうね、ちょっと古臭いタンスっていう変わった名前がついてるって本当は違う意味があるんですけど、それで覚えてるっていう感じですね。はい。ちょっとコメントがね、流れちゃいましたね。追って読んでいきたいと思います。コメント皆さんいただいてありがとうございます。ですね。あと、ダイダイチャンネルさん。ダイダイさん、こんばんは。どうもこんばんは。ダイダイさんもよく見てくれてますよね。ありがとうございます。アクアリウム始めて自然の景色を見るのが好きになりましたということで、まさに僕のこのさっき2つ目と一緒ですね。本当に僕は写真を撮ることが好きになったんですけど、もう本当に自然の景色を見るのが本当に好きになったっていうところなんですけど、これね、本当に最高ですよね。やっぱり、自然にはね、やっぱ癒す力がありますよね。これはついついね、それを求めに見に行ってしまうっていうかね、本当にでもアクアリウムやってよりこう自然を楽しむことができるっていうね、同じ山に行くにしても楽しみ方がやっぱ一つ増えたなっていうね。山行って綺麗な景色をたくさん見る、いや山頂まで登ってね景色を見る、木々のね木漏れ日から、差し込んでくる光を見るとかね、そういうのはいっぱいやってきました。今までね。だけどそこに生えてる例えばシダ植物とか苔とかね、そういうところに着目して、あ、ここは木陰で水分がちょっと多いんだなとかね、ここはちょっと水分が、少なくて苔とか生えづらいんだなみたいなね、
こんな種類のシダがこういうところに生えるんだみたいな、これが自然の力かみたいな、そういうのをねちょっと味わいながら噛み締めながらね、自然を見ることが今はできてますというか、かなりね怪しい人間になってますはい谷さん、アドバイスしながらされながら話すって最高ですよね。谷さんはお店をやってて、そのお店のお客さんにアクアリウムを勧めて、でそれでいろんなねお客さんとアクアリウムについて話をできるのがすごく楽しいと、そういうことができるようになったって、アクアリウム始めてね好きになったことということでコメントいただいたんですけど、新しい製品の話とかも最高ですって、水槽も欲しくてにっこりということなんですけど、これはにっこりですねこれはにっこりですよ。新しい製品の話なんか最高ですよね。ペルコどうとかねペルコ見たみたいな、ペルコの動画見たみたいなね、YouTube であれどうよみたいな、あれ買うみたいなねあとは新しく出たレグラスね、レグラスのクリアの水槽どうとかね、あれ綺麗じゃねとか言って、僕もね買ったんですけど、ここの後ろにねちょっとまだ使ってなくて飾ってあるんですよ。ここの後ろにこの辺なんですけど、この辺にあるんですよ。よいしょ。そうなんです。ちょっと枕をね、手を置く枕をそうなんですよ。僕もね新製品買ったんですけど、まだ開封してないものがたくさんあって、で動画にねしたいなと思ってるんですけど、そういうのもお友達というかね知り合いと会話できるっていうのは本当にいいですよね。僕なんかだからもうこういう風にねライブ配信して、皆さんとねそういった思いを共有するしか方法がないんで、本当にねこうやってコメントいただくとめっちゃ嬉しいんですよね。ありがとうございます本当にこんな週末にね、ライブ配信ね、皆さんね、こんな夜遅くにね集まっていただいて本当に嬉しいです。あことなこのパパ取締役さん、今日は朝から20センチキューブや全景層気鉱石を買い、ミスト式で今後ブセ水槽にしてアピストでも入れようかなと考えてますということで、めちゃくちゃ楽しみですね。それはねいいですね。20センチキューブ、これいいですよね。僕も20センチキューブ最近買いました。20センチキューブここにあるんです。これね見えますか、レグラスじゃん、これです。20センチキューブ、これがねまたいいんですよね。しかもこのレグラスの20センチキューブってマジでシリコン綺麗なんですよこれ買っちゃいましたね。20センチキューブっていう、その20センチっていう水槽の大きさが最高なんですよね。本当にキューブ水槽って売ってるメーカー3つぐらいしかないのかな。ADA と寿とチャームのアクロね、この3種類しかないんですよ。キューブはね、そうなんですよ。なのでね結構限られてるメーカーなんですけど、4種類ぐらいしか選ぶ余地がないですよね。あと曲げガラスとかね、全面曲げガラスとかありますけど、どれを買ったんでしょうかね。20センチキューブぜひ教えてください。今地テラスさん、こんばんは。どうもこんばんは。ライブ配信してますので、ぜひね、飲み物とかちょっとあれながら、ね、寝るまでね聞いていただけたら嬉しいなと思いますけど、アクアリウム始めてから生物科学が好きになりました。高校生に戻ってもう一度勉強し直したいですということで、今地テラスさんは研究家ですね。
もしかして、科学、僕ね、ちょっと、僕は、科学って 1B しかやってこなかったんですよ。科学って。で、生物は全くやってこなかったんですよね。中学の理科までです。僕、高専生なんですよ。YouTuber のショート動画とかのYouTuber の高専 YouTuber みたいな終わりでーすってやる YouTuber いるじゃないですか。あの人みたいに高専生だったんですよ。なので電子工学科だったんで生物とか科学とか全く通ってこなかったんですよね。でもまあある程度はやってきたんですけど、そうですね、多分そうですね、皆さんよりは多分詳しくないです。で、化学反応式とかね、やってCO2 の発生する原理とかねそういうのも大人になってからこう調べて勉強したっていうね、いうところがあるんですけど、あと光合成についてね、もう、中3の理科とかで勉強した程度は勉強したんですけど、それ以上はやっぱ勉強しなかったんですよね。光の波長がここの波長がどうのこうのっつって、これも全部大人になってから勉強しました。僕興味あったことで LED ライトに興味があるんで、LED ライトをよく知るためにね、水草育成にどんな LED ライト、どのぐらいのパワーを出すとね光合成するのかみたいなね、どんな波長がいいのかとかね、そういうのを調べるために、考えるためにね、まずは植物がどんな光を使って光合成して、どの波長でどういうような効果があるのかっていうのを調べたりとかね、そういうことしてましたね。なので僕もできればですけどね、そういった植物生物学みたいな農工大みたいなあるじゃないですか、本気のやつ、ガチなやつですね。ああいうとこに入って勉強してみたいですね、マジでこれはお金ないんでいけないんですけど時間もないしね、そうちょっとそうですね、やってみたいですね、これは。研究所で学んでみたいですね。そういうガチでやってるところの大学とかでちょっとお金払って学んでみたいです、これに関してはね。なんかそうしたら新しい新しい分野がね自分の中で開けるんじゃないかなと思ってるんですけど、てっくんおぞみさん、菊を育てたり盆栽始めたり習字とかも好きになればいいと思うよっていうことなんですけど、菊を育てたり盆栽を始めたり、結構菊って家で育ててる人結構いるんですかねどういうことですか。菊を育てて盆栽始めたらあれですね、なかなか渋いっすねなかなか渋い、僕今37なんですけど、なかなか渋い37歳ですね。盆栽いいっすよね。盆栽いいっすよね。昔父親が盆栽やってたんですけどね、針金でこう形を作っていくっていうね、成長させて松とかをちっちゃいもみじとかね、ミニもみじみたいなアクアリウムでもありますよね。チャームとかで売ってます、苔玉ミニもみじとかね、ああいうのをビオトープとかではなく、水槽の上にポンと置いてね、テラリウム的なアクアテラリウムの中にもみじを生やせるみたいな、そういうのちょっとやってみたいなと、盆栽風にねいうふうには思ってますね。ちなみに習字は僕は苦手でした。はい、習字は本当に嫌いです、僕習字嫌いなんですよね。半紙とかあるじゃないですか。半紙、あれ、薄っぺらい紙。あれね、僕ダメなんですよ。すぐ破っちゃう。二度書きしちゃうんですよね。
ちょっと気になるじゃないですか。失敗したとこというか、ちょっとここの羽が足んないなみたいな、ここの流しちょっと流し足りないなみたいな、ちょっとね足しちゃうんですよ。チュって足しちゃうんですよ。そうするとね、墨がにじんで破れちゃうっていうね。よくやりましたね。あれうまく書けないですね、習字はね。はしきさん、自分も古いタンスで覚えますってことで、はしきさんぜひ水の上に浮かべるのは古いタンスと、いうことですね。あことなこのパパは取締役さん、さっきね、明日 Amazon からミニフィットフィルター MF2W 届きます。前に使われましたよね。前に使われてましたよねということで、ミニフィットフィルター、そうですね。今でも使ってるかな。そうですね。あれ、いいっすよ。ね。ミニフィットフィルター。皆さんね、どんなものなのか。僕ね、ミニサイズのフィルターって結構好きで使ってるんですよ。ミニサイズのフィルター。何使ってるかっていうと、小さい水槽用ってのもあるんですけど、そうだな。今の一番の使い道は、あれです。あれなんですよ。水中モーター代わりに使ってます。水中モーター代わり。水中の、水のね、循環を良くするために使ってます。なので、ミニフィットフィルター。僕の場合は特にね、フィルターとか必要なくて、ただモーターがあれば、それだけでね、いいんですけど、これごめんなさい。ミニフィットフィルター、僕の勘違いでしたね。水中ポンプじゃないです。水中ポンプじゃありませんでした。これですね。これです。本当にちっちゃい外部フィルターです。これ。これの、MF っていうのがあるんですね。ミニフィットフィルター。MF、これか。これですね、これ。これを買われたということで、これ、ちっちゃくていいんですよね。20センチキューブにまさにぴったりみたいなね。フィルター、外掛け式フィルターですよね。20センチっていうと、本当にフィルターがないんですよね。なかなか。普通のフィルター、大きいの買っちゃうと、ここの筒の部分あるじゃないですか。ここの部分。この給水口ね。これがね、ソイルにぶっ刺さっちゃうんですよ。これがね、なかなかの、くせ者でね。なかなか合う。その水槽に合うフィルターっていうのはなかなか、見つけられないんですけどね。これ特に小さいフィルターなんでね。ミニフィットフィルター。これね。これはやっぱ、高さ20センチとかの超ちっちゃい水槽にはもうマストというか、これしかないんじゃないかなって。キリンの画像が出ちゃいましたね。キリンの画像が。これしかないんじゃないかなというふうに思うぐらいね、マストな商品かなと。おりさん、水族館の淡水コーナーで水草にも目が行くようになって倍楽しくなりましたねってことで、これはわかるな。水族館なんてもう、だから今まで魚とかしか見ることなかったのに、水草とかね、木とか、生えてる植物とかに目が行くようになったってことで、だからそういった育成環境というか生育環境もやっぱ動物園というか水族館も再現してるじゃないですか。ついついチンアナゴとかに目が行きがちなんですけど、じゃあチンアナゴが潜ってる砂ってどんな砂なんだろうとかね、周りに置いてあるサンゴってこれ何のサンゴだろうみたいな、そういった植物というかいう風にそっちの方にねもう目が行くとよりね、楽しめるというような感じですよね。絵画と一緒ですよね。絵画とこの絵画、いろんなね見方があると思うんですよ。一つの絵画でも、
目の前から見たりね横から見たり下から見たり上から見たりねいろんな、いろんな見方があると思うんですよ。それと一緒ですよね。水族館も本当にいろんな見方があると思います。その見方が増えたっていうと、すごくね、見るところが増えるんで楽しみが増えたと。やっぱりこれはいいことですよね。ただね、一緒に行く人だいたい早いっす。僕遅いです見る時間が長すぎてこれ人に合わせる必要がありますよねここがね難しいとこなんですよやっぱり一般人に合わせて歩調合わせて一緒に行かないといけないんでこの辺どうですかね。皆さんどうですかその辺はもうちょっと見たかったけど諦めるかっつって先に行くことありませんか。アコとナコのパパは取締役さん、寿の同じ水槽買いましたよということで、レグラスのね20センチキューブ買いましたということで、いいですよね。値段も安いですね。1500、600円、2000円あれば買えちゃうしね。これはもう20センチキューブっていう水槽大きさがいいですよね。20センチのその水槽の数だけ世界を作れるんで、たくさんね、作れる。いろんなところに、至るところに20センチなんて置けるんで、ちっちゃい棚とかにね置けちゃうんで、その分ねアクアリウムを何種類も楽しめるっていうのはすごくいいですよね。メイン水槽の余っていたプラチナソイル入れましたってことなんですけど、そういうことですよね。だから余った素材で、ちょっと立ち上げができるっていうね、すごくコスパに優れたね、そして、楽しめる、やっぱ水槽、ちっちゃい水槽いいですよね。僕も大好きです。ここでねちょっとね、皆さんにねちょっと、今回のトークテーマ、アクアリウム始めて好きになったことということで、2つ目に挙げたね、風景写真動画を撮ることが好きになったということで、ちょっとね、一つ、お見せしたい、動画がありますと。どれだったかな。ごめんなさい、これじゃないなすいません、これじゃないぞ、この動画じゃない。ちょっと待ってくださいね。すいません。ごめんなさい。ちょっと不気味な動画なんですけど、すいません。これじゃないんですよ。これですね。これです。ちょっとね、僕顔をあれして、こんな感じのシダ植物、シダレル、渓流でね撮った動画なんですけど、終わっちゃった。早いな。もう一回ちょっとループさせます。この動画、これがね好きなんですよ。これが好きなんですよ。これじゃない。はい、これです。はい。これがね非常に、僕好きでして、こういうようなねシダレルね、あと水気がねびしょびしょに、びしょびしょに水が、滴るいい草というようなね、こういうところが非常に好きで、こういう動画とか写真をね撮るのがすげえ好きになりましたというようなところなんですけど音もまたいいんですよね。こういうところで流れるその、音、いいですよね。音伝わってますでしょうか皆さん。すごく綺麗なね、水の流れる音が流れていると思います。このまま眠ってしまう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかはい。ということで、こんな動画を撮ったりして、休日ね、僕の休日楽しんでおりますというようなところですね。では顔をね元に戻していきましょう。はい。
はい、どうも。ただいま。トークテーマ。アクアリウム初めて好きになったこと。2つ目の風景、写真の動画を撮ることが、好きになったというところです。で、3つ目だ。次、3つ目。渓流の苔やシダを見て異様に感動する。これだから僕の今さっき動画をお見せしたまさに僕ですね。まさに今の僕ですね。渓流の苔とかシダを見て、なんか綺麗だなじゃなくて、異様に感動するんですよ。異様に感動しちゃうんですよね。そこがポイントですね。異様に感動するっていう、そんなところがポイントです。なんていうんですかね。やっぱ苔とか道端歩いてると、普通の人って、苔生えてんだ、綺麗だなぐらいで終わっちゃうじゃないですか。神社とか行くと。僕なんか触りに行きますからね。こう、モフっつって、モフモフしてるって言って、触りに行きますから。異様に感動するんですよね。あれ見てると。なんかなんかいい動画ないかな。一応ね、何本かね、動画用意したんですけど、そうなんですよ。やっぱこれ、さっきの苔にこれがやっぱいいですかね。異様に感動する。このね、やっぱシダとかね、植物見てると異様に感動するんですね、僕なんかね。このあたりはね、ちょっと皆さんもね、この思い共有できたらね、嬉しいなと思います。変態なのは僕だけじゃないんだなっていう安心感を僕にください。バンクイッシさん。好きではないですけど、観葉植物とか苔に興味を持ち始めましたね。好きではないんですかちょっとそこ引っかかったんですけど、好きではないと。好きではないけど興味を持って始めたといういいことですね。これから好きになるかもしれないですからね。八海部さん、渓流釣りしてて、渓流の湧き水の川との合流地点でのところで水草とオショロコマの群れがなんとね、素敵な川の中を見てからかなーってことなんですけど、そんな綺麗な場所が近くにあっていいですね。オショロコマって何ですか？またちょっと僕の知らない単語が、皆さんやっぱよく知ってますね、皆さんね。本当にいろんなこと。すごいですよ。オショロコマって何ですか？オショロコマ。オショロコマ出ました。ちょっと皆さんお見せしますね。オショロコマ。オショロコマはこちらです。はい。美味しそう。鮎みたいですね。イワナか？オショロコマ、北海道に生息する絶滅危惧種2類の、希少な渓流魚らしいです。北海道に、住む魚ということなんですけど、北海道のみに住んでいるっていうことなんですよね。そうなんだ。サケ科の植物ということですね。カラフトイワナとも言われてるってことで、絶滅危惧種なんだ。美味しそう。これ絶対美味しいっすよ、食べたら。でもこれ絶滅危惧種だからね。ダメなんでしょ、食べたら。これ絶対うまいっすよ。北海道に住んでんのかないいですね。これの、群れが見えたと。渓流でね。そんな素敵な場所があるなんていいですね。僕も渓流たまに行くんですよ。キリンだった。こっちか。僕もね、たまに渓流に行くんですよ。東京都にも綺麗な渓流がありまして、ちょっとお見せしたいですね。これもね、風景画というか、風景画を撮って動画にね、収めてきたんですけど、
これですね。この鳥の声とかもね、最高ですよね。これ、ちょっと僕顔隠しますね。はい。こんな感じの綺麗な場所なんですけど、僕が、石畳の上を歩いて水を触れているっていう、クソみたいな動画を自撮りしてるんですけど、水がね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。ここ、東京都なんですよ。この東京にね、こんな場所があるなんて本当にすごいですよね。日本の湧き水100選に選ばれた水源の場所です、ここは。指折りなんですよね。指折り指に100本指ないから、指折りとは言わないですよね。うん。そうそう。こういうね、綺麗な場所があるんですよ。これ不思議なんですけど、僕こっちから出てくるんですけど、こっちに行くんですけど、もう一回反対側から出てくるっていうのは不思議なね、ループ動画になってますんで、ちょっとそこをね、ぜひ見てもらい、そこをぜひ見てもらいたいなと。本当にもう、あれね、こっち来たじゃないですか。これ帰ってったんですけど、今帰ってったんですよ、向こうに。なんですけど、また、向こうにぐるっと一周回って、もう一回来るんですよ。こっちにね。あ、来た。来ましたよ。ほら来たね。ね。これ、一生ぐるぐる回り続けるっていう、不思議な動画なんですけど。こういった、まあ、綺麗なね、場所が東京にもあるというようなとこです。はい。すいません。で、ここで僕がね、初めて、ガサガサというか、エビね。これ、エビがいるんですよ。天然のエビ。ここに住んでるエビですね。はい。見えますか？ここにね、エビがいるんですよ。南沼エビかな？うん。そう、ちょうどね、今ね、そう、この辺にいるんです、この辺に。ちょうど画面、真ん中よりちょい下ぐらいにいるんですけど、ここね、エビがたくさんいて、で、仏土壌とかもいる、本当にとてもいい場所なんですけど、ここでね、エビをちょこっと、持って帰って家でボトルアーカーで飼っていたというようなことがありましたね。これ僕、だからアクアリウム始めて、最初にね、買ったボトルアクアで、飼育してたエビちゃんがここのエビちゃんですというような感じですね。とても綺麗なお水の場所で、ここはね、とても僕好きでね、夏とか、よく子供の頃によく自転車でね、行ってましたね。小学生ぐらいの時に。当時はね、ザリガニとかもいて、今はいなくなっちゃったんですけど、当時ザリガニ結構いて、で、仏土壌とかも昔からいるのかな、ここはね。で、湧き水の場所なんで、水が綺麗でね、今でもね、ここの水を汲んで、持って帰るおじいさんとかいるんですよ。僕ちょうどこの動画撮影した時に、ペットボトルね、大五郎みたいな、でかい4リットルぐらいの、2リットルか、2リットルかな、でかいボトルあるじゃないですか。大五郎っすよ。通貨大五郎なんですけど、大五郎のペットに大量に水を汲んで持って帰ってるじいさんがいて、うわーと思って、ここの水飲むんだと思って渓流とはいえさすがに菌いるんで、生の菌ね、生菌がさすがにいるんですよ、雑菌が。だから煮沸して飲むのかよく知らないんですけど、お酒になんか水割りかなんかで飲むそうです。なんかちょっと会話した気がするんですけど、よく覚えてないんですけど、
なんか会話した気がするんですよね。なんか水割りにしてなんか飲むとか、してるみたいですね。だから昔から、ここはね、綺麗なお水が流れるということで、上流の方でね、犬とかが水浴びしたりとか、おしっことかしてる人とかいないんで、排水も流れてない川なんですよ、ここ。まあだから、綺麗なね、お水が流れてるというような場所で、とてもね、東京らしからぬ場所です、ここは。はい。そういったところがね、東京にもあるんで、まあ、ぜひね、もしね、東京に来た際には湧き水がある、こういったね、場所があるということを、まあちょっと、知っといていただくとね、ちょっとじゃあ、あそこ、カプラさんが前言ってた湧き水のね、有名な場所、行ってみようか、みたいなね、ことが、あればね、いいかなと思います。皆さんもね、もしぜひ、東京に来た際にはね、この湧き水、南沢っていうね、場所なんですけど、東京都の南沢、湧水所っていうところの湧き水の、綺麗な川です。はい。場所的にはね、東久留米市という場所にあります。で東久留米市にはね、すぐ近くにね、トロピランドっていう、お店も熱帯魚ショップもありますんでね、トロピランドやって、近くにね、さらにね、近くに角上魚類っていう魚屋さん、新鮮な魚売ってるお店があるんで、まあそこでね、寿司でも買って帰ってください。魚尽くしツアーができますんでね、ここの南沢の湧水場のね、川で南の前辺を採取してガサガサして、ちょっと子供と遊びながらね、ガサガサした後にトロピランドに行って、で最後ね、角上魚類で寿司買って帰るというようなプランいかがでしょうか。ということで、ロイヤルタッチさん、釣りをよくやってるんですけど、行けなくなってからアクアリウムをまたやり始めて YouTube もよく見るようになりましたということなんですけど、もともと釣りが趣味だったんですね。渓流釣りですかね。渓流釣りをもともとやってて、まあ行けなくなったからアクアリウムをやり始めたということなんですけど、やっぱり水物が好きですかね。水物が好きなロイヤルタッチさんということで、いいですね。YouTube も僕もね、だからそういう意味で、アクアリウムを、そうですね、やり始めて僕もアクアリウム系の YouTube よく見るようになりましたね。本当にそんな感じです。一緒ですね。テックオズミさん、トーマスの動画の方が再生回数増えそうだね。再生回数はね、全然どうでもいいんですよ、僕。本当に。再生回数どうでもいいんで、皆さんと、ちょっとね、週末会話ができたらいいなと思っておりますので、はしきさん、トーマスが夢に出そうということで。これね、トーマスの目なんですけど、動いてるんですよ。これすごいですよね。このトーマスの目、動いてるんですよ。不思議ですよね。トーマスランドが山梨県にありまして、トーマスの音量ちょっとでかいということなんで、トーマスもういいですね。ごめんなさい。トーマスは、皆さんちょっと不気味なんで指に出るっていうことなんで、いつものね、水槽の動画に、戻したいと思います。トーマスの音量ちょっとでかいですね。あそこね、結構騒がしい場所なんですよ。遊園地なんで。すみませんね、耳障りでした。ニックさん、そういえばトロピランドのネット販売終了しましたねってことなんですけど、ほんとそうなんですよね。最近だから、そういうことなんですよ。多摩地区というか、多摩地区で有名な熱帯魚ショップって多分3つぐらいしかなく、もうちょっとあるか。金台と、あと、この辺界隈ですよ。この辺周辺、僕の住んでる周辺。金台、トロピランド、あと、PD 熱帯魚センター。老舗ですね。
有名なんですよ。昔からやってて。で、PD とトロピはネットショップやってたんですけど、やめちゃったんですよね。なんでやめちゃったんだろう。やっぱりちょっと人が避けなくなったっていうのがあるんでしょうね。事業が。ネット事業というかね。どうしてもね、ネット販売ってなると、価格優位差っていうのが出ます。大量入荷、大量出品にはどうしても負けてしまいますね。そうなんですよ。それが多分もう、だから、ここで買うと、もう魚が安いみたいな情報がね、出ると、やっぱりそこにお客さん集中しますし、チャームさんなんかね、もう組織的にすごくでかい組織なんで、結構薄利多売な部分で商売やってるんで、もう値段じゃ勝てないですよね。一般の店舗さんは。そうなんですよ。だからまあ店舗に来てもらって、まあお客さんと会話しながらね、こういうところがいい魅力なんだよ。この商品こういうのが魅力なんだよっていう、そういったものを伝えながらね、店舗でね、買ってもらって、安心して商品を提供できるっていう、まあそういったところがね、店舗で買う魅力なのかなと思いますけど、お客さんとお店のお客さんと一緒に話しながらね、コミュニケーション取りながら、新製品こんなのが出ましたよとかね、そういうのをコミュニケーション取りながら、まあ、それがまあある意味付加価値ですよね。ネットで買うのと、まあ確かに2、3000円高いかもしれないですけど、まあそういった会話ができるっていうのは大きなね、店舗で買う利点なのかなというようなところなんで、まあネットショップ結構ね、最近、いろんなネットショップたくさんあります。やっぱ安さとかね、大量入荷に押されてネットショップ継続できないところ結構あるんでしょうね。人員が割けなくて。まあそんな中でね、アクアフォレストさんか、新宿のはネット販売を逆に開始したんですよね。ストアーズかなんかで。そうなんですよ。ネット販売開始した、まあ、ショップさんもありますよね。やっぱ今や、ネット販売っていうのは、店舗販売だけではね、やっていけないお店の救世主でもあります。ネット販売。本当に。そういったところがね、やっぱネット販売にどんどん参入して、まあ、新製品とかね、いろんな製品、発掘してきた製品、自分の会社で作った製品、そういったものをね、やっぱ今ネットで販売するしかね、宣伝する手段っていうのがね、ないんですよね。その地域の人たちの口コミで広まればいいんですけど、なかなかそうもいかないんでね。そうなんですよ。だから、やっぱりネット販売で、まあ、こういう商品があるよっていう風にね、自分でどんどん宣伝して、やっていくっていう、そういったことがね、そうですね、今の世の中、そうですね、なかなか難しい、このインターネット社会というところなんですけど、金台はその中でもインターネット販売をやらずして、店舗にお客さんを呼んで、それで爆安で毎週ね、生態を販売してるっていうね、とんでもね、お店だなと、改めて実感してます。店舗数もね、すごいありますしね、この東京都近郊牛耳ってますよ、金台は。本当にすごい店舗だなと思ってます。ニックさんね、直接商品を見れるのいいですよね。その場で見ることで気づける魅力もありますよねって、本当にそうですね。やっぱり伝えきれない、インターネット、文字と画像だけ。それだけだとね、伝えきれないものって多いんですよ。例えば LED ライトもそうです。なかなかね、じゃあ、ウイカウカで言ったら UVA が入ってることでね、どんな風に視覚的に違うのかって、なかなかね、写真じゃわかんないんですよ、これ。使ってみて、初めてなんかね、比べてみて、ああ、なるほどねってなるようなものって、実際にやっぱ見てみないと伝わらないっていう部分が結構多いんですよね。まあだからそこがね、ちょっと写真とかね、動画の、手法というか、伝える手法というか技術が必要なんですけど、なかなかね、そういった目に見えない部分、というところ、画像じゃ伝わらない部分、
そういったねものがたくさんあるので、やっぱり実店舗でね、そして実演販売してるものをね選びたいっていう気持ちはねものすごいわかりますね。ドロロさんか。こんばんは。アクアフォレストさん、新宿にあるだけあって整体の値段は高いですが、ネット販売はどうなんでしょうか。金台さんは安いですよね。お客さんも多い気がしますということなんですけど、そのうちのお客さんの一人が僕ですね。完全に僕です。安いんですよね。アクアフォレストさんはね、どうしても新宿というね、新宿の地下街にあるっていうね、もう最高の立地ですよ。ほとんど場所代ですよね。流木こんなちっちゃいかけらでもやっぱ600円800円しますからね。あれはねやっぱ場所代ってのはあると思います。で、新宿っていうね好立地、どっからでもアクセスしやすいですしね。ちょっと都内に寄ったら買いに行けるような場所なんで、本当にあそこでだからお店を出してるっていうこと自体が僕はすごいなと思ってます。本当に店舗代だけで利益吹っ飛んじゃうんじゃないかなって思うぐらい、よくあそこでだからやっていけてるなーってのはやっぱりその価格設定なんじゃないかなと思いますけどね。ネット販売も普通に値段高いですしね、すごいですよ。でもあれでやっぱり、アクアフォレストさんのファンがいるというか、そうなんですよね。店舗でね、やっぱあれはあれで一つのブランドですよね。はじきさん、直接見て購入したい部類なので、生体は、店頭購入メインです。生体の状態の良し悪しも分かりますし、惜しいみたいなですよね。お寿司は僕はね、縁側が好きです。最近はね、買い物にハマってまして、粒貝が好きですね。赤貝は必ず頼めます。赤貝、粒貝はマストですね。何の話してるんだっていうところなんですけど今日はね、アクアリウム始めて好きになったこと3選ということで、水槽で使えそうな石や流木をついつい探してしまう、風景、写真、動画を撮ることが好きになった、渓流の苔やシダを見て異様に感動するようになった、この3つね、紹介させていただきました。ちょっとね、皆さんからいただいたコメントをちょっと紹介させていただきたいと思います。ともさんね、わかりますと。滝を見に行っても流れる川の石や流木など川の中を見てしまいます。山に登山に行けば山肌に生えている苔を見てるし、一般の人と見てる場所が違うって思いますっていうことなんですけど、まさにその通りで僕も一緒ですね。完全にそうですね。ついつい見てるんですよね、そういうところね。山肌に生えてる苔なんて最高じゃないですか。引き込まれる魅力って本当に何なんだろうなっていうのを感じて見てますね。パン屋コーチさん、これもちょっと変わった意見で面白いですね。アクアリウム始めてから魚をきれいに食べれるようになりました。夕飯でエビのかき揚げが出てきたら水槽のエビの数を数えるようになったということですけどこれは面白いですね夕飯でエビのかき揚げが出てきたら水槽のエビの数を数えるようになったありますねこれはいいっすよ。あとそれと、そうだな。ロイヤルタッチさん。なかなかいい視点の写真を選びました。60センチ水槽を立ち上げたけど、6月頃にまた60センチか90センチの水槽を立ち上げる予定です。機材を地道に集めますっていうコメントね、いただきましたね。この後に多分チャームに行ったんでしょうね。ロイヤルタッチさんね。チーズベッドさん。動物園に行って飼育環境を見てしまいますということなんですけど、これはありますね。というか、水槽の下の台の
開きあるじゃないですか、ここ。絶対ろ過フィルター入ってるんですよ。めっちゃ中見たいんですよね。いや、開けらんないですけど、さすがに開けらんないですけど、台の下のろ過フィルター、めっちゃ見たいですね。めっちゃ見たいですよね。この間、職場に、海水の水槽があるんですよ。一応レンタルでやってて、リースなんですけど、ついつい開けちゃいましたね、下。水温の設定何度だろうみたいな。クーラー入ってるんで。そういうとこ見ちゃいたくなりますね。飼育環境を見てみたくなっちゃう。めちゃくちゃわかりますね。最近病院にも水槽増えましたね。水槽の下、台ありますよ。開けてみたくなりませんか皆さん。僕はね、見たくなっちゃうんですよ。さすがに、そこ見ると、変態というか警察呼ばれるんじゃないかなと思うんで、やらないようにはしてる、我慢してるんですけど、めちゃくちゃやりたいですね。肉じゃが屋さん、ダムで流木の配布とかやってるの知らなかったってことで、どこでやってますかっていうコメントあったんですけど、動画の中で流木を石とか探すようになったんで、ダムとか行くんですよと。で、ダムの、そういったダムに流れ着いてくる流木とかを集めて、で、フリーで持ってっていいよっていう風に置いてある場所があるんですよね。そういうのをよくやってるんですよ。流木配布日、何月何日やりますとかね。ダムで検索すると出るんですよ。そういうのを見て、ちょっと流木集めに行きましたよっていうね、そういうような話を動画の中でして、そういったコメントがつきましたと。ダムで流木配布やってるの知らなかったってことね。後藤さん、カプラさんのドハマり体験わかりますよ。アクア病ですね。その通りです。アクア病です。完全に。病に侵されております。これはね、特効薬ありませんよ。本当に。もう、かかってしまったらおしまいですね。金糸高峰さん。近所の工場の裏の側溝、溝ですね。溝に大量の苔とシダがありますが、あちこちにガードマンがいて、監視カメラも回っているので、さすがに持って帰ることはできませんと。これできないですね。ガードマンと監視カメラが回ってて、その中で苔を採取してたり、シダを掘ってビニール袋に突っ込んでたりしたら、こんな怪しい人物いませんよ。もう即逮捕ですね。即逮捕です。あの人苔好きなんだとか絶対思わないですからね。なんかあそこで変なもん仕掛けてるぞつってね。工場の裏ですからね。裏の溝ですからね。溝になんかあいつなんか仕掛けてるぞって思われますからね。これはやりたくてもやれないですね。我慢しないといけないですね。これは辛い。これ非常に辛いですね。アヌビアスナナさん、私は水槽ですねと。アクアリウム始めて水槽が好きになりましたねと。お店でジャケ買いしてます。おかげで出番待ちの水槽でいっぱい。水槽変態です。こんなジャンルがあるんですね。変態にもいろいろ種類があって、苔の変態でしょ。シダ植物とかの、陰性植物変態いますよね。あと流木変態いますし、石変態もいるんですけど、水槽変態っていうのがいるんですよ。世の中に。これ知りましたね、コメントで。なるほどと。なるほど。空の水槽をめでるっていう、あるなと。皆さん、ありませんか？こういう体験は。リセットした水槽が一番インテリアに綺麗と。一番インテリアに向いてるのはリセットした水槽だと。これはね、
皆さん感じたことありませんか？空の水槽って綺麗ですよね。そこに LED を立ててなんか照らしてるっていうこれほど最高のインテリアないですよ。これジャケ買いしちゃう気持ちわかりますよね。これがだからまさに水槽変態の入り口ですよ。リセットした水槽が一番綺麗。そう思ったらあなたは水槽変態の入り口に立ってますということですね。はい。水槽変態ってジャンルがあるということです。はい。面白いですね。はい。コメント、こちらにね、コメント戻りましたけど、ニックさん。紅葉を見ると、この落ち葉、マジックリーフ代わりにならないのかなと考えちゃいますってことなんですけど、なりますよ、多分。なります、多分。柿の葉とか、枯れたやつとか、やっぱ、出汁出ますし、出汁が出るって言うんですよ。ビオトープとかに柿の葉入れたりゃいいとか聞く話じゃないですか。だから、やっぱり、ブラックウォーターになる。いいんじゃないですかね。うちはね、ビワの木を庭に植えてるんですけど、やっぱり枯れたビワの葉枯れたビワの葉って結構色が出るんですよ。茶色い色が。だからビワの葉でも、なんていうか、赤が出るというか、ビワ茶って知ってますかね？皆さんね、ビワ茶。健康に体にいいっていうね、抗酸化作用のあるっていう、だから、要はタンニンをよく含んでるっていうね、ビワ茶ってのがあるんで、健康にいいんですよ、ビワ茶。色がね、コーラみたいな、ものすごい茶色、カラメル色なんですよね。どっちかっていうと赤に近いかな。ビワ茶、ビワの葉のね、お茶なんですけど、皆さん飲んだことありますかね？これはね、タンニンが多いんでしょうね。なかなかいい、ビワの葉のお茶ね。だから結構葉っぱってほとんどのものが、茶色い成分出るんじゃないかなと、僕は思ってますけど、これですね、ビワ茶。これ、ビワ茶。美味しいんですよ。僕は好きですね、このビワ茶。これです。ちょっと皆さんコメント一回隠しますけど、これですね。ビワ茶。その辺に生えてるビワを、ちょっと乾燥させて、天日干しにしてね。で、煮出すんですよ。10分ぐらい。そしたらもう出来上がりですよ。簡単。ビワの葉なんてその辺にね、路地に生えてるビワ。路地に生えてるビワの葉っぱで全然十分なんで、そういったそれを乾燥させて夜間で煮出すだけ簡単にできるんですけど、これ結構美味しいんですよ、ビワ茶ってね。だから結構そんなんでも茶色くなるんで、ブラックウォーターにするのにはね、全然ありだと思います。なんなら紅茶の葉っぱ入れてもいいんじゃないかなと。ティーパック余った飲み終わったティーパックあるじゃないですか。あれ水槽にポンってぶち込んどけば普通にタンニン出るんで、いいブラックウォーターできると思いますよ。ドロロさん、私も煮干しを食べるときに飛び出した熱帯魚を思い出しますっていうことなんですけど、煮干し食わないな最近昔食ってたことありますけど、煮干し最近食わないっすね。味噌汁に必ず1本入れてた時期あったんですけど、カルシウム取るために。最近入れてねえな。煮干しで出汁を取るのがなくなっちゃったな最近は。そうですね。最近は顆粒だし使うようになってます。和風だし顆粒の料理は必ず使ってる。毎日使ってる。顆粒だしね、和風の顆粒だし、味の素の普通のやつですね。それとあと昆布だしは液体のやつですね。液体のやつ、あれめちゃくそ便利なんですよ。それを使ってだいたい飯作ってますね。そう。
特にね、昆布だしは重宝してます。全然アクアリウム関係ないんですけど、昆布だしね、瓶のやつ。瓶の昆布だし。これめちゃくちゃいいですよ。どうですか皆さん使ってますか？割と料理するんですけど、てかほぼ、今日も飯作ったんですけど、ほぼ僕がご飯作ってるんですけど、仕事帰ってきてご飯作るのが僕の仕事なんで、で奥さんと、子供のご飯を作ると。で最近もう本当にマストで使ってますね、この根昆布だし。特にこれ使ってますね。北海道根昆布だしってやつね。このやつ。これね、ちょっと入れるだけでマジで味がすごい変わるんですよね。味噌汁ありだよ。うどんでもいいし、うどんでもいい。こんな何でも使ってます、昆布だし。だし巻き卵に今日使いましたね。だし巻き。明太子しそだし巻き卵を今日作ったんですけど、これにも使いましたね。昆布だし。で、茶碗蒸しもね、うち家で作るんですけど、子供が好きなんで。茶碗蒸しにもこの昆布だし、使ってます。あとね、あごだしのめんつゆが売ってるんですけど、あごだしのめんつゆ、これね、このあごだしのめんつゆ、これに昆布だし入れて、で卵をかき混ぜて、水適当に入れて、電子レンジで簡単に茶碗蒸しで、マジでうまいです。このあごだしとこの昆布だしのコンボ最強ですね。それにちょこっとね、味の素の普通の和風顆粒だしね、あれ入れたらうまいっすよ。マストで使ってますね。またキリンが出てきちゃったね。はい、トークテーマ戻します。桜エビも飛び出したヤマトヌマエビや桜エビも飛び出したヤマトや南をあと石とか落ちてると水槽に入れたくなりますねということなんですけど、さすがに桜エビ見ると南沼エビを思い出しますね、僕も。飛び出し直後の柔らかい感じのあれね、なんとも言えないですよね。はじきさん、エビ飼育してる人あるある、家族にかき揚げで使うって言われたたびに伊勢エビ買った方が安いって言い返してますってことなんですけど、はじきさんは、伊勢エビより高いエビを、飼育してますエビのかき揚げにしたら多分万超えますね。はじきさんはとんでもないエビを買われてるんで、1匹500円とかそんなレベルじゃないですよ。本当に1万円以上するかき揚げができちゃいますね。もう日本全国どこ回ってもかき揚げで、万を超えるかき揚げってないですよ。おそらくないですね。これははしきさんしか作れないです、この万を超えるかき揚げは白飯のかき揚げとかね、ちょっと見てみたいですけどね。白飯エビフライとかね、ちょっと見てみたいですけどねあじきさん、空の水槽には夢が詰まっていると誰かが言ってましたというよいいこと言いますね。夢ですか。夢が詰まってるのか、僕はねこう思うんですよ。空の水槽は夢をこれから詰め込める。どうやはい、私も新しい水槽を買って、これからソイルを入れる前の段階でセットをしたとき、ワクワク感が止まりませんっていうことなんですけど、
ワクワク感ね。たまらないですよね。ソイルを入れて何植えようかな。植栽とかめっちゃ楽しいですよね。水入れてね。水入れたばっかりの水槽。最高ですよね。本当に。ワクワク感たまんないですよね。もう水槽買っただけでワクワク感止まらないですよ。僕もこの20センチキューブ後ろに飾ってあります。ここね。ここに飾ってあるんですよ。20センチキューブ。3本ぐらい飾ってあるんですよ。これも買って2ヶ月ぐらい経つんですけど、見るたびにまだワクワクしますからね。ワクワクを常に提供してくれる水槽なんて、ものなんてないですよ、なかなか。本当に。置いてあるだけでワクワクしますから。何にもやってないんですよ。パッケージすら開けてないです、まだ。これ見るたびにワクワクしますからね。まだ2ヶ月ですから。コスパいいっすよね。2ヶ月間ワクワクを与えてくれるんですよ。ここに置いてあるだけで。そんなもんありますか？皆さんね。水槽ってすごいっすよ、だから。もうそこに置いてあるだけで、ワクワクを与え続けるっていうね。20センチキューブなんて1500円、2000円程度ですから。お店で買っても。2000円で2ヶ月ワクワクするって最高ですよ。早く作りたい。早く作りたいですね。ロイヤルタッチさん。熱帯魚より最近はメダカが綺麗でたくさん育てています。あ、そうなんですか。メダカより家で飼育されてるんですかね。庭とかじゃなくて。メダカやりたいんですけどね。メダカに手つけたいんですけどね。メダカね。やりたいんですけどね。メダカ今年はやりますよ。せっかく、あれですからね。僕、水上魚を育てるのが得意というか、水上魚を育てるんですよ。放置してるんですけど、ほとんど。だから僕は、ショートヘアグラスとか、メタンコある。このぐらいショートヘアグラスあるんですけど、このぐらいあるんですよ。この枕あるじゃないですか。この枕。この枕かける2つ分ぐらいのショートヘアグラスが庭にあって、今はまだ枯れてて、ちょっとようやく最近新芽が出てきてるんですけど、ものすごい量があるんで、そのショートヘアグラスを使ったビオトープを作りたいなっていうふうに妄想してます。去年も同じ妄想してました。一昨年も同じ妄想をしてました。今年も同じ妄想をしようかなと思ってます。これから春ですからね。もう、ビオトープ立ち上げるには最高の時期ですよ。なので、今年もね、メダカをね、そういったね、ショートヘアグラス、赤玉土とか入れてね。で僕の場合は、赤玉土の下に、普通に培養土みたいな栄養のたっぷりある土を入れて、でその上に赤玉土入れて、細かい粒のでそこにショートヘアグラスとかを植えようかなと思ってます。ほんで、日差しが当たるところに置いて、水面に古いタンスを浮かべると。でそこでメダカを飼うと、いうようなことを妄想しながら、今年の春も過ごそうかなと思ってます。ドロロさん、魚粉の出汁はよく使います。楽ですね。ぶち込むだけなので。動物系と植物系の旨味を両方入れるといいですよねっていうことなんですけど、なるほどね。魚粉だしか考えたことなかったな。魚粉だしもうまそうっすね。ね。魚粉だし味噌汁に入れたりしたらうまいだろうな。やってみようかな、今度。僕植物系のだし、魚粉だしって、だからカツオのだしとかは、あれなんですよ。全部味の素の和風だしにカツオだしとか全部含まれてるんで、そっか、入ってんのか。でも魚粉入れるとすげえ香りがいいですよね、多分ね。めちゃめちゃ香り出るだろうな。やってみようかな、今度。塩ラーメンとかに魚粉入れたらうまそうっすよね。
鑑賞用のエビを使ってかき揚げなんてほんとかき揚げなんてって感じですよね。そんなことするなんてって感じですよね。ガンプラ買って作らなくて溜め込んでる人みたいですね。いやまさにその通りですよね。作る前はワクワク。そうなんですよ。作ってから眺めるのはワクワクと。ただどこに置くか迷うんですよ、ガンプラって。おそらくね。作るのはいいんですよ。作るのはいいんですけど、箱だと箱を詰めるじゃないですか。作ったら詰めないんですよ、ガンダムって。ガンダムってこう、詰めないんですよ。人形なんで。そうなんですよね。箱だと詰めるんですけど、積んで高くすることできるんですけど、ガンダムの上にガンダム乗せらんないんで、置く場所に困るんですよね。作っちゃうと。そこがミソかもしれないですね。作っちゃうとね、置く場所に困るんですよ。これ真理かもしれないですよ。意外と。水槽も置く場所必要ですからね。はちきさん、札束出されてもうちのエビはかき揚げには使わせません。空の水槽で夢を語るアクアリストって憧れますよね。そうっすね。そうっすねとか言って。空の水槽を見て夢を語るアクアリスト。それなんか面白そうですね。空の水槽を、囲んでアクアリスト同士が対談するっていう動画撮ってみたいですね。石とか流木とか砂とか一切使わないで、空の水槽だけ置いとくんですよ。部屋の中心に。で、そこにアクアリストで囲んで、空の水槽について話をするっていう動画。いや、これやってみたいな。八海エビさん。カプラさんに北海道東の川山、滝、湖見せたいな。見たいな。感動するかも。見たいな。ぜひ見たいですね。うちの田舎、日高なんでね。日高の方なんですよ。北海道の。南の方なんで、どっちかっていうと雪とか降らないんですけど、東の方も綺麗なんですね。川とかあんまり行ったことないですね。北海道で。うん。鮎とかいるんですかね、北海道。川魚。あんまり食べたことないな。年に1回ぐらい帰るんですけど、逆に言えば年に1回ぐらいしか帰れなくて、雪降るじゃないですか。帰れないんですよ。そう。だから、住んでるところは雪はあんま降らないんですけど、そこに行くまでね、千歳とかクソ雪すごいんで、運転無理っすね、マジで。そうなんですよ。なんで、雪の降らない夏に帰るんですけど、うん。ついついね、川とか行かずして海で釣りしたり、のんびりして過ごしちゃいますね。ご飯も、セイコマのホットシェフ食っちゃいますしね。カツ丼、大体カツ丼食べますね。あとイクラのおにぎりね。ホットシェフってセイコーマートっていう北海道を主力、まあ埼玉にも一軒店舗あるんですけど、セイコーマートっていうね、北海道を牛耳るコンビニがあって、7チキみたいな、ファミチキみたいの売ってるんですよ。作るところがあって、ファーストフード。お店でご飯炊いて、おにぎり作ってるんですよ。それの、イクラおにぎりとかめっちゃうまくて、で、あとカツ丼ね。そこで作ってるカツ丼がめたんこうまくて、これもう、セイコーマート行ったらマストですね。はい。ということで、ちょうどね、1時6分になりました。もうだいぶ眠くなってきたんでね、そろそろ、この配信終わりにしようかなと思っております。今日もね、たくさんコメントいただきました。ありがとうございます。コメントどのぐらいいただいて、200件ぐらいいただいてますね。ありがとうございました。本当に。
楽しくね、皆さんと会話をしながら、今日のトークテーマ、アクアリウム始めて好きになったことということで、2時間近く話させていただきました。ちょうど今1時間59分20秒ですね。2時間で終わりにしたいと思います。残り30秒です。今週も皆さん大変お疲れ様でした。週末はね、こういったね、ライブ配信しております。眠くなるまでライブ配信ということで、とても眠いです、僕は今。なので、皆さんもね、このライブ聞きながらね、布団で過ごされてるのか、それとも何か、仕事をされてるのか、ちょっとね、アクアリウムをやられてるのかわからないですけど、こんなにね、2時間お付き合いいただきありがとうございました。それでは皆さん、明日ね、日曜日、楽しんでいきましょう。セール情報とかの動画も流してます。土日にね、アクアリウムセール、行く方もいると思います。ということで、明日はまた僕も早起きして、明日はね、一日過ごしたいなと思いますので、今夜はこれで、眠ることにします。皆さん、大変ね、お付き合いありがとうございました。コメントもありがとうございます。ということで、はじきさんはね、カクタススケルトンという、サボテンのね、流木を使った水槽の使用例、後日写真送りますねということで、ありがとうございます。ドロロさんお疲れ様でした。ありがとうございますということで、皆さんお疲れ様でした。今週も本当に皆さんお仕事お疲れ様でした。ということで、皆さんおやすみなさい。それではね、皆様また別の動画でお会いしましょう。今日はこの辺にして、ゆっくり眠りましょう。はい。それでは皆様おやすみなさい。また会いましょう。バイバイ。ありがとうございました。